ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の不動産業界が非常に苦境に立っている。そのことを象徴しているのが、中国恒大集団の経営危機です。恒大集団は、経営危機が囁かれて発行している社債の利払いなどができなくなったことから、中国国外においては明らかに異常な状態であることを認識されています。しかし、経営状態がどのような実態であるかについては、決算を報告しないなどといったことがあり、恒大集団の株は取引停止の状態が続いていました。ここ最近になってようやく2021年、2022年の決算内容が発表され、10兆円を超える債務超過状態であることが明らかになりました。このことそれ自体はまさに中国のこれからの経済状態が非常に悪化する懸念があることを示しているわけですが、中国国内においては非常に小さい取り扱いでしか報道されず、多くの国民は巨大な問題が発生していることそれ自体をほとんど認知していないと言われています。しかし実態としてマンションなどを購入したんだけれども工事が止まっていて引き渡しされないといった問題がすでに中国国内各地で発生していますし、大手の開発会社が関連企業などに対するお金の支払いなども滞っていることから連鎖倒産的な動きもすでに始まっています。つまり報道されないからわからないんだけれども実態としてすでに悪影響を国民の中で感じ始めている人たちもいるわけです。これらの人々の中から政府は何をやっているんだと不満が溜まってくるのを政府としてはガス抜きをしたい状況です。そしてそのガス抜きとして使われている国が私たちの国日本です。今回の動画ではそうした中国経済の問題が日本に飛び火している。そしてそのことについて日本がうまく対処ができていないことについて解説していきましょう。それではまず中国恒大の株式が売買再開されたものの、もはや紙くず同然の扱いを受けていることを取り上げていきます。中国恒大集団の株価 80% 近く急落。1年半ぶり取引再開。経営難に陥っている中国の不動産開発大手、中国恒大集団エバーグランデの株式が約1年半ぶりに香港で取引再開となった。株価は取引停止前と比べ 80% 近く下落した。かつて中国の不動産開発で売上トップだった恒大は積極的な事業拡大で負債が44兆円以上に膨らんだ。なお債務超過は10兆円を超えています。2021年には国際融資の約12億ドルの利払いを期限通りに実施できず、債務不履行、いわゆるデフォルトに陥った。その後、債権者と再交渉を進めてきた。昨年3月からは、恒大の株式は取引停止になっていた。中国の不動産危機。中国政府は不動産会社に対して規制を強めてきた。その影響で、恒大の株価は過去3年間で 99% 以上落ちている。世界2位の経済大国の中国では、不動産危機が起きている。恒大はその中心にいる。同社は27日、今年上半期の決算が約6600億円の赤字だと発表した。恒大は香港証券取引所に提出した書類で、グループの流動性ポジションと財務状況を改善するため、取締役が多くの措置を講じたと説明。今年上半期の売上高が前年同期比 44% 増、1282億元に跳ね上がったと付け加えた。一方、保有している現金は同じ期間に 6.3% 減ったとした。恒大集団は経営危機にはあるものの、状況は改善方向にあると言いたかったようです。懸念と政府の対応。現在の不動産市場の苦境から中国の景気回復に対して懸念が高まっている。中国は資本市場を活性化し、投資家の信頼を高めるためとして株式取引に課していた 0.1% の税を半減させた。この何日か前には中央銀行が輸出の落ち込みと個人消費の低迷を受けて、主要金利の一つについて、ここ3ヶ月で2回目となる引き下げを実施した。巨額の損失。恒大は先月、2021年、2022年に合わせて、11.6 兆円の損失を出したことを明らかにした。中国の別の不動産開発大手、碧桂園も今年上半期に約1兆1120億円の損失を出す可能性があると警告した。中国の不動産業界は、2020年に大手企業の借入額を規制する新たなルールが導入されたことで大きく揺れた。恒大の財政難は中国の不動産業界に波紋を広げた。他の不動産開発会社も相次いで債務不履行に陥り、建設プロジェクトが
全国各地で途中で止まっている。中国の不動産バブルは今まさに大きく弾けようとしています。小さなプツプツとしたものが今は弾けている状態で、完全に全体が破綻状態まで陥るかどうかはこの後の中国政府の動きにかかっています。例えば今回の恒大集団の例で言えば、債務超過10兆円状態とあって、通常であれば会社の運営資金も枯渇して完全な経営破綻をしていて全くおかしくない状態です。にもかかわらず、去年も一昨年もなんとなく生き残ってきた背景には、中国政府がこの不動産バブルの崩壊をある日突然の大爆発ではなく、小さなポツポツとしたミニバブルの崩壊の積み重ねでソフトランディングさせようとしている思惑があります。今回の恒大集団について言ってもそうで、完全で突然な経営破綻を起こすと関連企業が一斉に倒れる可能性がありますし、それに伴ってそれらの会社に対して融資をしていた政府系や民間の銀行などが一斉に経営危機に陥り、まさにチャイナショックを起こしてしまうのです。ですからそのようなことにならないようにするために今何をやっているかといえば、恒大集団のようなでかすぎて今すぐ潰せないような会社に対しては、政府系の銀行が裏からついてスーパーゾンビ企業として延命を図っているのです。とはいえ一度不動産バブルの神話が崩れれば、少なくとも家を買う側の人たちは借金をしてでも買おうといった気持ちがどんどんと薄れていきますから、不動産を買いたいという需要が減少し、それに伴って業界全体が苦境に陥る。この構図それ自体は小手先の政策で何とかできるとはちょっと思えません。ただ、こうしたスーパーゾンビ企業が発生したことにより、恒大集団の株が取引再開されたことによって、ものすごい下がったんだけれども、下がったからこそ、どうせ最後は政府系の銀行がお金を融資して潰さないんだろうみたいな形で買いに入る人たちもいるわけです。極端な話で言えば、株価が1円のものが株価が2円になれば、100万円を投資すれば200万円になるといったような考え方もありますから、安ければ安いで買いたいという人たちが現れ、短期売買に明け暮れるといった光景は、日本の株式相場ですらあるのですが、中国においても似たようなことが起こるでしょう。しかし、恒大集団がこの先ももっともっと発展して、債務超過10兆円以上あるんだけども、これを返し切るという姿はちょっと想像できません。長期的に見れば、日本で起きたバブル経済の崩壊とその後待っていた不良債権の高まりによって金融危機が引き起こされるといった構図を中国もまた同じように再現するのではないかなと私は思っています。もちろん日本型と同じような話であれば、不動産バブルが弾けてから金融機関の経営危機まで発展するまでには年月の隔たりがあり、その部分についても再現するかどうか、つまり何年で本当の危機が訪れるか、その部分については経済の評論家たちの分析を待たなければなりません。日本の場合と同じであれば1年2年ではなく数年がかりで問題はさらに巨大化し、手に負えなくなったところで巨額の公的資金注入をありとあらゆる銀行などに対して行わなければならないといったようなことも発生し得るでしょう。さて今はそのようにして中国経済の先行きに非常に恐ろしいまでの時限爆弾が生まれている状態なわけですが、だからこそ今中国政府が国内問題に目を向けさせるのではなく、海外へと目を向けさせようとしています。その一番良い例が日本に対する批判。福島原発の処理水放出に対して中国政府が猛烈に批判し、中国国内の世論を焚きつけていることです。日本は科学的に考えれば、アルプスで処理したものに関してそれを十分に薄めれば、自然界に対しても悪影響がほとんどないレベルまで問題を縮小できるということを訴えています。このことは日本が核開発しないかどうか監視するための機関である IAEA でさえも、計画通りするんであれば問題は許容範囲内であると述べています。また、環境問題に関して言えば日本よりも厳しいことのあるヨーロッパ各国などにおいても、この問題に対して何か文句をつけるといった場面はありません。ヨーロッパ、イギリスやフランスなどは放射性廃棄物質の再処理工場などもあり、少なくともトリチウムを含む処理水の放出に関してははるかにあちらの方が排出する量は多いのです。それでも問題になっていません。そして日本と中国という2カ国間に限った場合においても、福島の処理水で排出される放射性物質のその放射線量は明らかに中国のものよりも格段に少ないものであります。だからこそ科学的に非難される言われというのはほとんどないわけです。ところがそのような科学的な論点ではなく、中国は
先ほども述べたような中国国内の問題に国民が気づかないようにするためにも、今はまさに日本に目を向けさせているわけです。なぜそのようなことが言えるかといえば、この問題、中国国内にも日本側の主張が正しい、理解できるといった人たちがいて、インターネット上でも火消しに入るのですが、同時にそれらの人たちの声はあっという間に検閲されて消されるといった問題が発生しています。中国国内におけるインターネット上の言論空間においては、検閲が行われるのは通常行動であり、政府当局が何を消すのかといったことを見れば、政府が何を考えているかも同時にわかるものなのです。日本側の主張を国連や IAEA、ヨーロッパ各国が認めているといったことを一つの根拠として、中国だけなんで認めないんだろうと疑問を挟むこと、それ自体が中国政府当局にとっては非常に危険な思想であるかのように取り扱われ、投稿が削除されてしまう。そのために中国国内のネット空間においては、日本はなんてひどい国だ。核汚染水を垂れ流しにしている。日本の海産物などは絶対に食べてはいけないし、日本企業の作っているものやサービスなどについても全てボイコットしようなどといった意見が大いにまかり通っているような状況なのです。そのような国民世論といったものを焚きつけて放置しているのが中国当局というわけです。そのような中国国内のネット空間での行為といったものを反映する形で、日本のありとあらゆる場所に、例えば飲食店であろうと公共機関であろうと、もうやたらめったら固定電話に対して電話をかけて、日本はなんで核汚染水を放出するんだ、バカじゃないのかみたいな罵詈雑言を浴びせかけてくる、そうした迷惑電話も続々と入ってきています。このような状況がなぜ発生するかといえば、中国にとって日本は非常に叩きやすい国だからです。なぜ叩きやすい国かといえば、日本は明確な反撃をしてこないからです。だからこそ焚きつけるだけ焚きつけて国民が暴走するのも構わないかなみたいな勢いになってしまっているわけです。岸田政権としてはこのような中国側の動きに対して政府に対して反論していますし、また日本側の全く関係のない飲食店や公共機関などに対して迷惑電話をかけてくることに対しても、中国政府はもっと静止を求めるような動きを国内でしてほしいという要請を行っています。そこで出てくる話というのが、中国のこのような動きに対しては非常に遺憾に思いますといったいわゆる遺憾法で、このような遺憾法が全く無意味であるということをもっともっと日本政府は理解する必要があるでしょう。自民党内部においてはそのような政権の遺憾法に対して全く無意味なんだから WTO への提訴なども含めてもっと明確に反撃をすべきだという声が上がっています。しかしここにも反撃をすべきだということと実際にするまでにはまだまだ時間がかかりますし、実際に報復しないかもしれません。中国が行った日本産の海産物の輸入禁止措置は全く科学的な根拠に基づいたものではなく、日本が明確にこれに反対し WTO への提訴などできる手は全て打つべきです。こういった外交戦の場合においては、日本の方はとにかく話し合いをしろという人たちがいるわけですが、相手が明確に話し合いが必要なのではなく、日本を叩くことによって中国国内の国民の意思統一などに悪用しているのだというような原因が分かっていれば、やるべきなのは対案を求めることではなく、そのような外に目を向けさせるために日本叩きを利用するなと明確な反撃を行って代償が高くつくといったことを相手国に学習させる必要があると私は思います。皆さんは今回の一件についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。